Hello everyone, I'm Mimi from MimiArtSmile. 皆さんこんにちは、MimiArtSmileのMimiです。今日は Draw with Me さくらんぼの描き方について説明したいと思います。まずは下書きから始めます。6B の鉛筆でざっくりと大まかに描いていきます。枠に対しての構図などを気にしながら描いています。で、この時描いて、もしちょっと位置がずらしたいなって時は、選択ツールで選択して位置を調整しながら描いていきます。葉っぱを少しずらしたい時は、ギャラリーで一番上のバーの右から2番目を選択して、Apple Pencil で動かしたい部分を囲って、上のバーの矢印部分を選択して好きな位置に動かします。次は2回目の下書きに入っていきます。同じ 6B の鉛筆を使って先ほどざっくり描いた下書きの上からより具体的なさくらんぼのラインを描いていきます。この時最初に描いたスケッチの下書きの方では軽めの筆圧で描いてたんですが、2回目の下書きでは分かりやすいように先ほどよりも強い筆圧で描いています。なので濃いラインが出て分かりやすいです。私はこの時点で綺麗なラインを意識して描いています。下書きで綺麗なラインを描いていると本書きの時にとても楽になります。下書きのラインがだいたい描き終わったら今度はいらない線を消していきます。いらない線を消して必要な綺麗な線だけを選ぶことができるので、初めから一発書きで綺麗な線を描こうとしなくても大丈夫です。下書きが終わったら透明度を下げて新しくレイヤーを作り、スタジオペンに変えて本書きを始めます。この時はできるだけ綺麗な線で描きたいので、手首の動きを上手に使いながら線を描いていきます。描きにくい時は画面を動かして自分の描きやすい角度に調整してから描いています。線を描いては全体を確認しての繰り返しで、細かい部分と全体を交互に行き来しながらバランスを見て描いています。初心者でよくやりがちなのが、細かい部分に夢中になって描いてしまって、後で全体を見たらバランスが悪かったということがよくあります。それを防ぐためにやっています。ぷっくりとした可愛いさくらんぼをイメージしているので、葉っぱの先は丸みを帯びた形にしてみました。これで下書きは完成です。次は新しいレイヤーを作って色塗りに入ります。さくらんぼのメインとなる赤い色を選んで、ペンはそのままスタジオペンを使い、本書きの線からはみ出さないように塗りたい範囲をなぞりつつ線をつなげて描きます。そこに先ほど作った右上の赤い色の部分を指で押しつつ、先ほど描いた円に持っていき、指を離すと一瞬で色が塗れます。これを繰り返して塗っていきます。この時の注意点は、線をしっかりとつなげることです。つなげていないと他の部分にまで色が塗られてしまいます。色の変更がしやすいように色ごとにレイヤーを分けて塗っています。この場合、さくらんぼの赤と葉っぱと茎の緑の2つにレイヤーを分けて塗っています。ベースの色が塗り終わった後は、細かな表情の色塗りに入っていくのですが、この時塗りやすいようにそれぞれのレイヤー3と4を2本指で右にスライドさせます。するとそれぞれのベースの色だけが選択され、その範囲内で色を塗ることができます。この機能ははみ出して塗りたくない時などにとても使える機能なので、ぜひ覚えておくと便利です。スタジオペンからソフトブラシに変え、ベースの赤より明るい色味を選択します。ブラシのサイズを調整しながら、さくらんぼの真ん中にふわっと色をのせます。葉っぱの部分も同じように明るめの色を取り、中心部分にふわっとのせていきます。次はさくらんぼの影を描いていくので、ソフトブラシからスタジオペンに戻します。レイヤー3を長押しすると左にバーが出てきます。そこの選択を選択します。画面を見るとさくらんぼ以外に斜線が入っています。これはさくらんぼが選択されたということになっています。そのまま新しいレイヤーで描くと選択範囲内で描くことができるので、はみ出す必要がなくとても便利です。
影の塗り方もいろいろありますが、今回はパープルを選択し塗っていきます。光がどちらから当たっているかを意識しながら描いていきます。今回は左上から当たっているので、右下の方に影ができます。小さなくぼみにも影を落とすことで立体感が出てきます。透明度を下げ、さくらんぼの影に馴染むように調節します。次は葉っぱの影を描いていきます。葉っぱの緑より少し濃い色を選択し、影になる部分に塗っていきます。筆の筆圧を変えながら立体感が出るように描いています。葉っぱの方も同じように光がどの角度から当たっているかを意識して描きます。次はぷっくりとした表情を出すのに大事なハイライトを描いていきます。新しいレイヤーを開き、ブラシを少し強めのエアーブラシに変えます。光が強く当たる部分を意識して筆圧を軽めに乗せていきます。場所によってどのハイライトの太さがいいかブラシの調節をします。画面を小さくしたりして全体で見た時に違和感がないか、適切な場所にハイライトが乗っているかをチェックします。本書きの線のレイヤー2を2本指で右にスライドし、アルファロックをします。ブラシをソフトブラシに変更し、黒い線を柔らかい印象にするために、ベースの色より少し濃いめの色で塗っていきます。黒い線に色が入り、コントラストが減ることで、全体的に優しい印象になりました。細かい部分は、ブラシをもっと細かいサイズで描けるソフトエアブラシに変えて、ブラシのサイズを調節します。細かい部分はちょっと見にくいので、見やすいように画面を拡大して描くと描きやすいです。黒いアウトラインの線が塗り終わりました。次は微調整に入ります。ブラシをソフトブラシに変えて、葉っぱの先の方を鮮やかな緑でふわっと乗せています。全体のバランスを確認しながら、さくらんぼの赤い方も鮮やかな色を取り、外側の方をふわっと軽く乗せています。鮮やかな色が外側に来ることで、透明感のあるプルッとしたさくらんぼを描くことができます。背景の白を消して塗り残した部分を塗っていきます。背景が黒いと塗り残しの部分がわかりやすいのでこうしています。とても細かい作業ですが、これが最後の作品のクオリティにつながると思ってやっています。これでプルッとした可愛いさくらんぼが完成しました。他にもいろんなモチーフの描き方などチュートリアルをやっていこうと思うので、気になる方は登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。